祖父の代から創業したで、材木屋自体戦後復興で、住宅素材として材木を供給する、うちの祖父は東京の方で、この町出身なんですけど、東京の方で布団屋をやってて、これからその戦後復興で材木だってなって田舎にこっち帰ってきて材木屋をやり始めた。2代目のうちの父の時代からちょっと設備投資して、建具材、障子襖になるようなああいう材料を中心に富山県内新潟の上越地区まで手広くちょっと販売の先を増やしていたっていう。桜の原木が入荷されてきて、サイズを見て、縦取りする、縦木取り、横木取りを考えて製材をする。だいたい20センチ角のサイズに、角材にしてから、今度角の部分、尖ってる部分を落として八角形にする。今度は、着地つかみ部分を芯を出して作って、それで荒彫り作業をします。荒彫りしたものを大体含水率が 20%、30% 切るぐらいの状態のものを乾燥機に入れて、約1週間ぐらい人工乾燥かけます。人工乾燥から余ったものを、1、2週間養生、落ち着かせて、それで仕上げ加工という工程に入ります。正直リフルの商品を見た時に一番感動したっていうか、すごいって思ったのはやっぱり炎なんですよ。炎が、日中の光でもしっかり出てる。ボディの素晴らしさっていう商品を、初めて見た時に感動した部分って炎なんですよね。で、ボディも少し受け止めてもらいながらその炎の素晴らしさ